皆さんこんにちは。今回はリトポロジーのチュートリアルです。リトポすることでボーンを入れて動かしたり、マルチレゾリューションを使ってスカルプトしたりといろいろ役立ちます。最初にアドオンの F2 を有効にします。このアドオンは頂点選択 F で面を張ってくれて便利です。もう一つ M マージアットセンターをマウスのサイドボタンにショートカット登録しています。これもリトポする上で便利なのでよかったら試してみてください。シフト A からプレーンを追加します。顔の前に持ってきます。そしたらメッシュエディットモードからリトポロジーをオンにします。これで面が隠れて見えにくく、作業しづらいということがなくなります。次にスナップモードをオン。フェイスプロジェクトを選択します。今回は目、口、耳、そして額から顎のラインをちょっと意識してリトポします。まずは目の周りを丸く囲います。多少ガタガタの配置になってしまっても後で修正するので雑で大丈夫です。目頭近くの辺を中央に押し出す。ミラーモディファイアを追加します。ミラーオブジェクトに元のオブジェクトを選択してクリッピングをオンにします。クリッピングで中央の頂点が固定されるようになります。コントロール R で辺を追加し、顔の中心をどんどん作ります。口に到達したら口は丸で囲います。またどんどん首の方へ辺を追加していきます。一つの長い面を作って後でコントロール R で分割するのもいい方法です。注意点としては、分割して左クリックで確定するとスナップが機能して、右クリックで確定するとスナップが働かないので頂点が変な配置になってしまいます。次は反対方向に進みます。頭のてっぺんから首まで。若干大雑把だったのでコントロール R で細かくしていきます。次は額から顎のラインを作ります。顎の先端のちょっとした裏側につなぎます。元のオブジェクトがちょっと汚いのでスムース。またコントロール R で追加しつつちょっと調整します。耳も丸くなるように囲っておきます。ここまで来たらあとはひたすら隙間を埋めていく作業です。目の上を選択して押し出す。辺を選択して F 辺の数が合わないときはコントロール R で追加して合わせてください。目の横の辺はそのまま横につなぎ、目の下の辺は下に向かいます。具体的に考えながら作業しているわけではなく、後から修正すればいいやと結構いい加減です。辺の流れがぶつかるジャンクション地点はちょっと後回し。鼻の先っちょは少し特殊な感じで横の辺を押し出してすぐ下に向かわせます。どこにつなげばいいかわからないときは辺を増やすか消して一旦リセットすると案外すんなりいきます。
辺の数を少なめに作っているので、この時点では辺を足していくことが多いです。頭の後ろは隠れてしまうことが多いので、こだわらずにどんどんと作っちゃいます。ここら辺は頭頂部、後頭部、側頭部の3つに分けて意識すると流れがつかみやすいです。面の大きさのばらつきは後で一気に直します。詰まったような箇所があって気になっちゃうけど、今は無視します。密集地帯とスカスカ地帯があって気持ち悪い。あとは口をちょこっとやってしまいます。今回は口が開いているのでちょっとやりにくいです。分厚い唇は際を先に作って、膨らんだ中間地点は後で辺を追加してあげます。最後に口を閉じるように辺を押し出して近づけます。いよいよ気持ち悪い辺を修正します。スカルプトモードに移動して、まずはワイヤーフレームをオンにします。そしてリラックススライドブラシを選択します。ちょっと気づいたのですが、頭に暗くなっている箇所があります。こういう時は大体面が裏返っていますので、編集モードでシフト N で面の向きを修正します。時は来た。シフトを押しながらスライドリラックスを使うことで、面の大きさがいい感じに整頓されていきます。とても気持ちいい。この時のためにあえて汚く作っているのかもしれません。お次はいよいよ最難関。ブレンダーくんが落ちてしまいました。セーブもなんかできてませんでした。お次はいよいよ最難関の耳です。コントロール R で辺を追加、削除で耳を隔絶しておきます。最初に耳の前と裏の境目となるような辺を追加します。頭のてっぺんから耳の縁を伝って首の方へ行く感じです。次は耳の縁に沿って貼っていきます。今回は上から下に流れるようにしてみました。コントロール R で辺を追加しているのはチェックのためです。実際には追加しません。ずれた場所につないでしまい、螺旋状にくるくるとした面の流れになるのを防ごうとしています。耳の起伏に沿った形で面を貼る。穴が開いているから囲ってみる。複雑なことは考えていません。
一応外側に存在する頂点となるべく位置を合わせようとはしています。ただ一箇所三角ポリゴンもできていて、そこら辺の調整は耳の面を貼り終わった最後でいいやという考えです。ここはつなげそうなところをとにかくつないでいます。螺旋状にならないようにチェックしながら、耳の穴はグリッドフィルで埋めちゃいます。グリッドフィルを使う際は選択した頂点数が偶数でないと使えません。インサート、左側の頂点を1つ消して辺の数を増やしています。左側だけ頂点が異様に繁殖しています。ここは上と下をつないで少し調整してみました。面を作れそうなところは F でどんどん作ります。今度は上だけ頂点数が多いです。3つの頂点をマージ、真ん中の辺を消す。もう面の流れなんか気にしていません。耳ができたら最後は頭と接続します。ところどころ辺を追加します。三角面ができていてどうしたらいいかわからないときは一旦削除してしまいます。辺を追加したり削除したりすることでパズルのようにすっきりと解決することもあります。大体完成しましたが、耳の裏側が残っていました。ここはどんどん辺を追加して後でリラックスをかけます。ちょっと顔がげっそりした感じになっています。モディファイアのシュリンクラップを追加します。ターゲットに元のオブジェクトを選択します。シュリンクラップを使うとターゲットに選んだオブジェクトにひっついてくれます。シュリンクラップは適用しちゃいます。またスカルプトモードに移動してリラックスをかけます。鼻は丸くしたいので切り込みを入れて三角面にしちゃいます。スムースを弱めにかけてグラブブラシで形を整えます。目は押し出してグリッドフィルを使います。奇数
数でグリッドフィルが使えないときは辺を足してください。最後に口です。目と舌をなるべく近づけて閉じた形にしたら押し出します。もう一回押し出して今度は広げます。一つ一つ頂点を選んで広げましょう。あとはグラブブラシをメインに少し整えたら完成です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。またね。